あれ、何これ。校舎の様子が変わってる。さっきの大揺れ、やはりただの地震じゃなかったようだな。ええ、また空間が変な風にくっついたり離れたりしたのかな。かもな。とにかく動いてみよう。慎重にな。うん。あ、サトシ、ちょっと待って。背中、服に木くずが刺さってる。サトシと中島じゃないか、あれ。やっぱり多重空間が解消したんだ。行こおい、サトシ、中島。よしき、篠崎、お前ら無事だったのか。う。委員長、よかった。会いたかったよ。私も本当どうしようかと思った。よしき。悪運強えな、お互い。そんな鈴本さんまで。篠原が冗談だろ。くそ、さっきまで、ついさっきまで笑ってたじゃないかよ。みんななんでだよ。とにかくこれ以上誰も死なないで。委員長としての命令よ。篠崎、宍戸先生と森重くんとゆかちゃんを見つけてここから帰るんだから。ああ、もちろんだ。いい？殺害犯は幸子よ。出会ったら気をつけてね。奈穂さんやゆきちゃんの話では、殺害犯幸子の懺悔を引き出すことができれば、殺された3人が自動的に条例されて、この校舎を包んでいる霊磁場が開き、元の世界へ帰れるかもしれないってことよ。赤い服の幸子か。どうすれば懺悔なんてさせることができるんだ。だよね。あなたたちのさっきの話、逆打ち法について聞かせてくれる？このテープで帰るための方法みたいに言っていたんだけどね。肝心のところで切れてたんだ。テープを変えるって言って終わってるから、きっと続きがあると思うの。キビキって人の取材テープみたいで。キビキ先生の？あ、うん。この方法さえ分かれば、これ以上霊とかに関わらなくて済むし。条例とかより簡単そうだし。だけど、それじゃあ根本的な解決にならないよ。条例法。私に逆打ちじゃない方を奈穂さんが教えたのは、この恐ろしい呪いの拡大を
止めてほしいと考えているからだわ。この学校をこのままにしておくと、これからもずっと、たくさんの子たちがここに閉じ込められて、無獄死んでいくんだよ。そんなの、ただの高校生の私たちに何ができるっていうのよ。幸子に罪を後悔させる、その方法を、なんとか探るんだよ。なんで最初っから無理って決めつけてるわけ？私の話だからうさんくさいって？そうじゃないけど。とにかく協力して頑張ろう。俺たちは逆打ち法について探りながら、ゆかやみんなを探すから、よしきと篠崎はゆい先生たちを探してくれ。おう。揃ったらここに戻ってこよう。待ち合わせだ。サトシ、これやるわ。なんか味方してくれた子供の霊からお前らに渡してやれって預かったんだ。じゃあ。委員長、気をつけてね。中島さん。あんまり、持田くんに近づかないで。は？おい、篠崎。おい。何よ。もうちょい力抜けよ。中島さんの学生証、幸子さんの切れ端も、私そびれちゃった。後で渡せばいい。問題ないだろう。何も。市場を優先してクラスの人に暴言なんて、私、委員長として失格だわ。篠崎あゆみ個人としては素直な反応だろ。俺がお前の立場でもああ言うと思うぜ。そう？多分。なんか、気楽になった。ありがとう。おう。確かに、今幸子に出会っても、懺悔させる方法なんて思いつかないし。ゆい先生を探して、逆打ちでもいいから。とにかく、みんなで帰ろう。おう。これ、裏のこのサイン、ナホさんの手帳だわ。調査メモ。気が引けるけど、読ませてもらおう。
霊場調査ファイル01心霊医療心臓外科病棟未調査。霊場調査ファイル02経験天神小学校現在調査中。実地調査方法入手要2名以上。帰還方法入手。情報をさらに収集し退路の保管を行う必要あり。現地で篠崎家の調査を進めるだけで強い霊障を受けた。体の右半分が麻痺、左鼓膜に異常、姿写真にオーブ、影響あり。数週間にわたる増毛感、吐き気、下血。危険なので今回、天神小学校の実地調査には、先生は同行させない方がいいかもしれない。先生、今日も持ち込みダメだったようだ。この出版社で何度目だろうか。こんなに面白い作品なのに。尖りすぎていて分かってもらえないのか。先生が背中を丸めてしまってかわいそうだ。しかし、今の猟奇事件ルポ記事の連載は絶対に化けると思う。私もできることは何であっても協力する。ナホさんがブログで公開している霊界調査、そのメモノートをこんな形で読む日が来るなんて。ちゃんと普通に出会ってお友達になれたら、それから読ませてもらいたかった。ナホさん、私の憧れの人。変なことになってしまった。私は今オカルト研究の歴史が一変する世紀の瞬間に立ち会っている。今私がどこにいるか説明をして、果たして読者諸氏にはご理解いただけるだろうか。驚くなかれ、私は今呪われた学び屋天神小学校、その校舎の中にいるのだ。私の有能なる助手、読者にもおそらく名の知れた佐榎木奈穂くん。霊界に精通している彼女の心霊調査により明らかになった。霊場との接触方法がある。私はもう一人の助手、カメラマンの田口くんと2人でその方法を行い、すでに存在しない学校に生きた人間としての禁忌に足を踏み入れた。このまま記事とともに映像も残そうと思う。まずは手当たり次第に調査する。次回記事にて我々がどうなっているのか、この学校の真相が解けるのか。私も非常に楽しみで仕方がない。こうなったらとことん行く。期待して待っていてほしい。一度ここで筆を置く。私自らが証拠を携えて霊界と通じる生き証人になってみせよう。ナオさんの師匠、オカルト作家兼猟奇事件ルポライターの響先生も
本当にここに来ていたんだわ。嫌な言い方だけれど、奈穂さんの方が売れっ子になっていたし、起死回生を狙って特ダネをつかみにここに来たのね。あの死んだ魚みたいな目した女子、師匠なんていたのか。奈穂さんも響先生もはっきりとここに来たって言っている。青い霊魂の話では児童霊の呪いで監禁されているってことだったし、児童ゆきちゃんの霊は連れてきているのは自分たちじゃないって。だったらやっぱり幸せの幸子さんに失敗したからだわ。私たちがここに連れてこられたのは幸子さんを怒らせたせい。あの時ちゃんと奈穂さんのブログの指示通りにおまじないに成功していれば。篠崎、私はただみんなずっと一緒に友達でいられると思ったから。まさかこんなに失敗リスクが高いなんて思うわけないじゃない。ただのおまじないで普通じゃないよ。こんなことになるなんて。篠崎、抱え込むな。こんなもん誰が予測できるって言うんだ。みんなごめん。杉本さん、篠原さん私のせいだ。篠崎、試験があったので久しぶりに学校へ出ていた間に先生が私を置いて現地天神省へ行ってしまった。まだ情報が少ない状態で危険すぎるとあれほど言ったのに、きっと先生の助手田口さんがそそのかしたのだ。単純だが効力のある帰還方法は先生に伝えてあるけれど、やはり心配だ。ブログの更新も完了。友人のさやかを巻き込んでしまうので気が引けるが、これより私も実地調査を開始する。この汚れ何？血？奈穂さん亡くなる前に何があったんだろう。篠崎幸子のおまじない清純法逆打ち法メモ。
ユカを探して校舎内をさまよう。俺たちは別館への通路が開いているのを発見した。本当だ。あっちにも校舎。ナオミ、大丈夫か？俺も怖いけど。うん。大丈夫だ。二人でいればなんとかなる。だね。二人でいれば、また後悔が襲ってきて、私の心をねじり上げる。人の気持ちも知らないで。聖子の最後の言葉が耳から離れない。ナオミ、大丈夫だ。お前のせいじゃない。元気づけてくれたサトシにはああ言ったけど、靴も揃えて置いてあったし、あれは自殺で。きっかけはきっと私の八つ当たりに違いない。絶対そうだ。きっとそうだ。聖子、絶対私に怒ってる。赤ちゃん、きっと見つけてあげるからね。うわ！ひどい。これは刺し傷だ。何度も何度も刺し刻まれている。この人、殺されて間もないよね。はあ、そう見えるな。サトシ、あれは。嘘だろ。サトシ。間違いない。毎朝俺も見てる。これはユカの靴だ。そんな。なんだよ。ここで何があったんだよ。血が出ちゃった。靴どこに脱げちゃったんだろう。かわいい。あなたはさっき助けてくれたの。怖い人から逃げられたよ。かわいい。むちゃくちゃしたい。私の言うこと聞く？お姉ちゃんね。あなたのお話なら聞くよ。幽霊怖いけど、なんだかあなたは怖くない気がするの。誰に物を言っている、この小娘が。首
り殺してやるぞ。これは。何なのこの校舎。血の跡ばっかり。あれは。これは森重の携帯だ。録画完了。森重、何か撮ったのかな。な。